皆さんこんにちは。今回は木のスケッチをテーマにお届けします。今日お話しする描き方をマスターすれば、今画面に出ているような自然で説得力のある木を数分で描けるようになります。ただ最初にお伝えしておきます。もし皆さんが葉っぱ一枚一枚を精密に描写する植物画や写真のようなリアルさを求めているなら、この動画はあまり役に立たないかもしれません。逆に屋外スケッチでパパッと木を描きたい、建物が主役の絵にいい感じの木を添えたい、そんな風に考えている方は最高のヒントになるはずです。よくある技法ですが、私が実践している図形シルエット法について徹底解説します。改めまして、社会人イラストレーターの消しゴムです。普段はフルタイムで別の仕事をしながら、その傍らで建物・乗り物のスケッチを YouTube にアップしたりしてます。今回はリクエストも多かった木の攻略法です。大きく分けて、ペン1本で仕上げる線画のパターン、そしてアルコールマーカーで色をのせるパターン、この2つのアプローチで解説していきます。まずは私が木を描く時の基本的な考え方、図形シルエット法について説明します。皆さんは木を目の前にした時、いきなり葉っぱのギザギザから描き始めていませんか？それだと全体の形が崩れてしまいがちです。この方法はまず木を丸、三角、四角といった単純なオブジェクトとして捉えます。遠くから見たモザイクアートをイメージしてください。近くで見るとただの色の塊ですが、遠くから見ると形が浮かび上がってきますよね。スケッチも同じです。遠目で見て木に見えれば勝ち、そう割り切るのが上達のコツです。ちなみに今回使うペンはサクラクレパスのピグマ。どこでも手に入る定番のミリペンですが、耐水性でマーカーにもにじまないので、迷ったらこれを選べばいいと思います。では実際に描いていきましょう。まずはシンプルな木から。葉っぱの集合体を上下の重なる2つの丸で捉えます。ここでポイント。下にある図形を上よりも少し大きく描くこと。当たり前ですが、植物も重力の影響を受けます。下の方がどっしり大きくないと視覚的に安定しないんですね。もちろん例外はありますが、基本はこの下重心を意識してください。形が取れたら次は影です。太陽の位置を固定して光と逆側に斜線を入れていきます。影の詳しい考え方は過去の動画でも解説しているので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。ここからは木の輪郭を描いていきましょう。ポイントは数字の3やギリシャ文字のイプシロンを書き殴るようなイメージでくしゃくしゃっとした線を重ねていくことです。これだけで一気に葉っぱらしい質感に変わります。この時のコツですが、最初に描いた丸のガイドラインが太い実線だと仕上がった時に自然に浮いてしまいます。なので最初は点線や紙にペン先が触れるか触れないかぐらいの薄い線で図形のガイドを描き、その上から葉っぱの質感を乗せていくのがベストです。こんな感じです。その後光の方向を意識して前回と同様に影を描き込めば、もう立派な木に見えますよね。もっと複雑な木を描きたい場合はベースとなる図形の数を少し増やしてみてください。ただあまり図形を増やしすぎると、この図形シルエット法の最大のメリットであるシンプルさが失われてしまいます。最小限の図形で最大の情報を伝える。迷ったらなるべくシンプルな形に落とし込むのがスケッチを成功させる秘訣です。はい、これで線画のステップは完了です。基本の図形さえ決めてしまえば、どんな木でも迷わずに描き始められるはずです。次にアルコールマーカーを使った着彩について解説します。今回はコピックを使いますが、基本的に3色あれば木を描くことができると思っています。緑系を2本、そして青紫系を1本。具体的には YG23、YG63、そして BV13 を使います。なぜ木を描くのに紫を使うのと思うかもしれませんが、ここで重要なのが補色という考え方です。
例えば緑色に対して赤や紫といった補色を影に少し混ぜると、単に黒や濃い緑で塗るよりもスケッチらしい深みと空気感が出るんです。塗り方の順番ですが、私は淡い緑色、そして濃い緑色、最後に青紫色の順番で塗ります。濃い色から塗る方もいますが、私はリスクヘッジとして淡い色から塗る派です。アルコールマーカーはアクリル絵の具などと違って淡い色が濃い色に描けません。少し失敗しても修正が効くように薄い色から積み上げていきます。そのためまずはベースの YG23 で葉っぱ全体を塗ります。その後 YG63 で線画の時に決めた影の場所をなぞります。ここで塗り方のコツですが、光源の反対側から筆を入れて光の方向に向かって払うように塗ってみてください。アルコールマーカーはペン先が紙に接地している時間が長ければ長いほどインクが多く出て濃くなります。つまり一番濃くしたい影の部分から塗り始めることで自然なグラデーションが生まれるんです。最も暗い青紫色を置く前に再度淡い色である YG23 を使用して影の境目のグラデーションを作ります。こうすることで一度乾きかけたインクを紙の上で少しだけ溶かしてなじませ、パキッとした色の段差を滑らかなグラデーションに変えることができます。最後に最も暗い部分に BV13 青紫色を置きます。これで一気に色が引き締まり立体感が際立ちます。どんな木でもこの3色ステップで攻略できます。ここで少し余談ですが、幹と枝を描く時のバランスについてよく観察すると植物には面白い法則があります。基本的に1本の太い幹から分かれた枝を全部まとめて束ねると元の幹と同じ太さになることが多いんです。これを意識して枝が分かれたたびに少しずつ補足していくとスケッチとしての説得力がぐっと増します。頭の片隅に置いといてくださいね。最後にお伝えしたいのが書き込みの引き算です。私が建物の横に木を描くとき、あえてびっくりするぐらい適当に描くことがあります。なぜか。それはその絵の主役はあくまでも建物だからです。木を詳細に描きすぎると視線が分散して主役が目立たなくなってしまいますよね。スケッチはその時々でここはしっかり描く、ここは雑に雰囲気だけを出すという判断をしながら描くと全体のバランスが良くなります。はい、いかがだったでしょうか。1、図形でシルエットを捉える。2、重力を意識して下を大きくする。3、葉っぱの質感において3やイプシロンの線で肉付けをする。このステップを繰り返すだけで木への苦手意識はなくなるはずです。ぜひ今週末近くの公園で1本の木を単純な丸として眺めるところから始めてみてください。今回の動画が役に立ったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。消しゴムでした。バイバイ。